それはまさに水の塊。見たことのない水の姿にただただ圧倒されました。皆様こんにちは。今回はイグアスの滝アルゼンチン編です。滝については動画の後半部分からになっています。ブラジルのフォスドイグアスからバスでアルゼンチンのプエルトイグアスに向かいます。バスターミナルの端に止まっているこちらがアルゼンチンに向かうバスです。チケットは現金でドライバーから直接買うことができました。こちらがブラジル側の出国手続きをする場所です。乗車時にここで降りることを伝えていたのですが、バスはなんとそのまま通過。同じく降りる予定だった人が運転手に伝えてくれて、なんとかバスを降りました。来た道を歩いて戻り、出国手続きの場所に無事到着。この列に並んで建物の中でパスポートを見せて出国完了です。近くのバス停でまたバスに乗りアルゼンチンを目指します。この川を越えるとアルゼンチンです。入国の際はバスはちゃんと止まってくれました。再び同じバスに乗ってプエルトイグアスのバスターミナルに到着です。ターミナルには小さな売店やツアーの受付が並んでいました。今回のホテルはターミナルの目の前にあるこちら。部屋には食事のためのテーブルに大きめの収納とベッド、キッチンと冷蔵庫がついています。トイレ、シャワーも清潔で、シャワーはしっかりした水量でした。外にはプールもあり、暑い中で快適に過ごすことができました。昼食を求めて街に。ギターの演奏が聴けるレストランに入りました。店内はまさにアルゼンチン一色。ピカーニャのステーキがメインのランチセットを頼みました。ライスもついてボリュームがあります。加えてエンパナーダも。お腹いっぱいでした。食後はアルゼンチンの人々に愛されているマテ茶を飲むことに。まず味がきつくなりすぎないようにこうして粉を取り除きます。少し水を入れた後、お湯を注ぎます。膨らんでくる茶葉の部分は崩さないようにと言っていました。お湯を注いだ部分にボンビージャと呼ばれるストローを刺して飲みます。結構味が強くて目が覚めるくらいの感覚になりました。好き嫌いはあるかと思いますが、体験として面白かったです。初めてのアルゼンチン。現金の両替には戸惑いました。公式ではない市場のブルーレートについて知ってはいましたが、実際に見てみるとどこで両替したらいいのか悩みました。プエルトイグアスで両替できる場所は少なかったので、見た中ではレートが良かったこの売店で少し両替しました。イグアスの滝へはバスで向かいます。
翌日のバスチケットを購入するためターミナルへ。現金のみだったため、両替した現金で早速支払い、無事に購入できました。その後、ホテルから30分ほど歩き、国境付近へ。こちらの川を境にして、アルゼンチンとブラジル、パラグアイの3国が隣接しています。ここはブラジル側、パラグアイ側を同時に見ることができる、とても興味深い場所でした。ホテルに戻る道で、アルゼンチンの国民食とも言われるチョリパンを購入。チョリソーの肉々しい味わいと風味がビールとよく合いました。翌朝、イグアスの滝に向かいます。バスのチケット売り場に並んでいる人も多かったので、前日に購入しておいて正解でした。イグアス国立公園に到着。エントランスで入場チケットを購入します。入場してまずは滝のボートツアーのチケットオフィスに向かいました。列が2つあり、まずは整理券をもらいます。11時半のツアーになりました。次に窓口でパスポートを提示して料金を支払い、チケットを受け取ることができました。ツアー開始まで少し時間があったので、トレイルを歩くことに。アルゼンチン側のトレイルは滝の川の上を通っています。穏やかな川が一気に激しい滝に変わるところをよく見ることができます。滝も近く、迫力抜群です。ゆったりと流れる川。そして激しい滝が交互に現れ、一つのトレイルでも変化が感じられ楽しめました。続いてボートツアーに出発です。トラックに乗り、ガイドの案内を聞きながら船着き場を目指します。ジャングルを通り、川に降りていきます。途中、ライフジャケットと防水バッグを受け取りました。小さいワニに見送ってもらい、ボートツアースタートです。ブラジル側のツアー参加者と、ラフティングをするつわものに手を振って、滝に到着。下から見る滝はさらに大迫力でした。ガイドもしっかり装備を整え、滝に向かいます。水しぶきが巨大な壁のよう。ちなみにこの時水が顔にかかりすぎて前はほぼ見えていません。そして隣の滝にも。さらに別の滝にも向かいました。水の衝撃がすごすぎて終始何が起こっているかわからないほどでしたが、これは言葉通り一生に一度の体験だったと思います。自然の壮大さに拍手です。帰り道にはおまけの水しぶきもありました。
アサイーのシャーベットを飲み一息。園内を走る電車のチケットを発見し、イグアスの滝の最大の見どころ、悪魔の喉笛を見に行きました。電車を降り、トレイルを少し歩くと、大迫力の光景が広がっています。10月から3月は滝の水量が多くなる時期。高さはおよそ80メートルありますが、水しぶきで下はほとんど見えません。この場所からは U の字になっている滝の形がよくわかりました。人生観が変わると言っていいほどの迫力のある光景でした。町に戻り、夕食の前にビールを一杯飲み、余韻に浸ります。別のお店でタコスのセットをテイクアウト。このジャンキーな感じとアルゼンチンの赤ワインがぴったりでした。次の日、ホテルをチェックアウトし、少し遅めの朝食に。アサードを焼いていたお店に入りました。量り売りのレストランで料理の種類も豊富。野菜も取れて健康的です。イグアスの滝へのバスチケットを買った場所で空港行きのチケットを購入。街を後にし、イグアスの滝空港に到着です。空港は小さめですが、売店のほか、フードコートのような場所もありました。利用した航空会社は人手が足りていないのか、搭乗まで時間がかかりましたが、無事に出発。夜景を見ながらブエノスアイレスに向かいました。ここまでイグアスの滝アルゼンチン編でした。滝の大迫力とボートツアーは生涯忘れられない経験になりました。街でも肉とビールで満足間違いなし。ご参考になればと思います。